こんにちは、歯科医師のキャロルです。今日はドライマウスを引き起こす病気について解説します。今までは何ともなかったのに、最近は水が手放せない、食事中によく水分を摂る、食べ物が喉を通りにくいということはないですか？疲れが取れにくく、関節痛もあったりすると、年のせいかもなんて思われるかもしれませんね。ですが、これらの症状は更年期の女性に比較的多く発症するある病気による可能性があります。そこで今回はドライマウスを引き起こすその病気について解説していきます。この動画を見るとドライマウスを引き起こす病気が何なのかがわかります。また、その病気の原因と治療法についてもわかるようになりますので、ドライマウスがなかなか改善されず悩んでいる方はぜひ最後までご覧になっていってください。このチャンネルでは、いびき、歯ぎしり、顎関節症など、歯医者さんに通っているのになかなか良くならない症状の改善法などについて発信しています。不規則な投稿になりますので、まだの方はお見逃しのないように、今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。更年期の女性に比較的多いドライマウスを引き起こす病気って何か分かりましたか？最初に答えを言いますと、シェーグレン症候群という病気です。正解した人いましたか？本来人の体は外部から侵入してきたウイルスから自分の体を守るために免疫システムというのがあります。ですが、何らかの理由によるこの免疫の誤作動により、全身の様々な臓器に炎症が起こる病気がシェーグレン症候群です。誤作動を起こした免疫が涙腺や唾液腺を中心に炎症を起こし、ドライアイやドライマウスの症状が現れます。主な初期症状はドライアイやドライマウスのほか、寒さや冷たい水などによって指先が青白くなるレイノ現象などがあります。また、耳下腺や顎下腺の唾液腺に炎症が起こって腫れることもあります。疲れやすかったり関節が痛むなどの症状を伴うこともあり、症状が重くなると日常生活に支障をきたしてきます。シェーグレン症候群は長期にわたる治療が必要で、国の指定難病の一つです。国の指定難病なんてちょっと聞き慣れない言葉が出てきましたが、原因がわからず治療法が確立されていない難病の中でも一定の要件を満たす場合に医療費助成制度の対象となる病気のことです。これらの症状に加えて全身の症状が現れることもあります。複数の関節に痛みや炎症が起こる多関節痛、多関節炎、筋肉の痛み、咳や呼吸困難を起こす間質性肺炎、腎炎、手足のしびれなどをきたす末梢神経障害などが起こることもあります。では次に、シェーグレン症候群がどのような検査をして診断されるのかについてお話しします。シェーグレン症候群の診断のためには、血液検査、生検病理組織検査、涙や唾液の分泌量検査などが行われます。血液検査では体内の特定の細胞や組織を標的にして攻撃する自己抗体の有無を調べます。生検病理組織検査では、涙腺や唾液腺の組織を採取して顕微鏡で観察し、免疫細胞が過剰に増加していないかを調べます。涙の分泌量検査では、シルマー検査や乾燥によって目の表面についた傷の程度を調べます。シルマー検査では1ミリ間隔の目盛りがついた専用のろ紙を両目の目尻に挟み、5分間でどのくらいの長さまで涙で濡れるかを計測します。唾液検査ではサクソンテストが行われます。患者さんにガーゼを噛んでもらい、ガーゼに吸収された唾液の重量を測定します。また、唾液腺の造影検査が行われることもあります。ここまでの話を聞いて、なぜ女性に多いのと思いませんか？シェーグレン症候群は全体の9割以上と圧倒的に女性に多いのが特徴です。シェーグレン症候群の患者さんは日本では約7万人とされていますが、身近な症状のため見逃されていることも多く、実際にはもっと多くの患者さんがいると考えられています。シェーグレン症候群だけではなく、自己免疫疾患にかかっている人の 80% は女性です。自己免疫疾患によって後発時期は異なりますが、多くは女性ホルモンの急激な増減が関係しているのではないかと考えられています。では、シェーグレン症候群と診断されたら、どのような治療が行われるのでしょうか？シェーグレン症候群そのものを治すというよりも、それぞれの症状に対する対症療法が行われます。例えば、ドライアイには各結膜障害や目の乾燥を改善することを目的に、1日に数回目薬を点眼します。症状が重い場合は、涙が目から鼻に流れないようにする涙点プラグによる治療を行うこともあります。そしてドライマウスには唾液の分泌を促す内服薬が処方されます。副作用と効果のバランスを考えて薬の量が調整されます。その他には漢方薬や人工唾液、保湿ジェルなどを用いることもあります。また、唾液腺が繰り返し腫れる場合は、ステロイドや抗菌薬を使ったり、
唾液腺を洗浄したりする治療を行います。末梢神経障害や腎炎、間質性肺炎などが起こった場合は、ステロイド薬や免疫抑制剤を使って症状を抑えます。じゃあ、シェーグレン症候群はもうずっと治らない病気なのと心配になる方もいらっしゃると思います。シェーグレン症候群を根本的に治癒させる治療法はまだ確立されていませんが、もしリクエストがあれば症状を和らげ、生活の質を向上させる食べ物を紹介する動画を作ろうと思うので、コメントで教えてください。今日はドライマウスを引き起こすシェーグレン症候群について解説しました。今日紹介した症状に当てはまるなと思った方は早めに病院を受診してくださいね。また、ドライマウスの人がやってはいけないことや、ドライマウスを改善する食べ物などについては別の動画で紹介してますので、興味のある方は下の概要欄からご覧ください。動画を閉じる前に高評価とチャンネル登録もしていっていただけたらとっても嬉しいです。では、また次の動画でお会いしましょう。See you soon!